こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、誰でもコルトレーンっていうね、タイトルで動画をやっていきます。それでサムネにもあった通りですね、4音だけ使ってね、コルトレーンっぽく弾いちゃいましょうっていう動画です。で、今日やることは4つあります。1つが実演。2つが超簡単な説明。それから3つ目。この分野っていうのは、その耳コピにもすごく関連してるんですけれども、一体何を耳コピすればいいのかっていう話が1つ。それから最後4番目がおまけですね。普段あんま考えないであろう概念をちょっとだけ今日のフレーズを使って語りたいと思います。じゃあまず実演ですね。で、なんで今日コルトレーンっぽく弾こうかっていうとですね、僕長い間サックスのレッスンしててですね、生徒さんがもう多くの生徒さんがね、コルトレーンっぽく弾きたいっていう、リクエストが非常に多いんですね。なので、需要が多いならば、語った方がね、手っ取り早いかなと思って語ってみます。それで、今日やるフレーズなんですけれども、耳コピの分野なんですけれども、2小節かな3小節かな4小節かなすごい短いんですよ。その中の最後の4つの音だけを見ましょうっていう、分野なんですけれども、ちょっとやってみましょう。じゃあまずね実演の動画早速どうぞ。はい、このフレーズね、聞いたことある人は結構いると思うんですけども、これ何かというと、1956年って書いてあったかな、ウィキペディア調べたら56年だったんですけれども、アルコールン、それからジョン・コルトレーン、それからハンク・モブレー、それからズート・シムズですね。この4人がセッションでレコーディングした曲なんですけれども、曲はね、リズムチェンジですね。曲のタイトルがね、テナーコンクレーブっていう曲なんですけれども、後でね、YouTube で調べるといっぱい出てくると思うので、オリジナルの方をね、ぜひ聴いてみてください。はい、じゃあ次にね、簡単な説明いきましょう。まずこの譜面を見てくださいね。これがさっき弾いてたフレーズなんですよ。4小節でしたね。なので、これをね、弾いてみるとこんな感じなんですよ。超ゆっくりいきますよ。というフレーズです。で、これの、これジョン・コルトレーンが弾いた部分なんですけれども、これの最後のね、赤で囲んであるところ。というのを今日はね、覚えちゃいましょうということなんですけれども、なんで僕が勝手にここを選んだかっていうと、もうめちゃくちゃコルトレーンっぽいなと僕は思ったんですね。なので僕はこの曲を耳コピした時に、やたらとなんだろうな、気持ちに残ってるっていうか、心に焼き付いてる、耳に焼き付いてるのがここの小節なんですよ。もうこれもう誰が聞いてもなんかコルトレーンっぽいなと思うかなと僕は想像してるんですけど、皆さんいかがでしょうかね。でそれを拡大したのがこれなんですけれども、ですね、よく見てみると赤い丸がね4つついてます。ね、でこれを、音使いをねこう覚えちゃいましょうということなんだけど、なんじゃこりゃということなんですけれども、簡単にね解説すると、初めの2つの音はそんな、大したことはないんですけれども、最後のねこの音がですね、コードはそもそもが F7、F ドミナント7なんですけれども、おそらく、彼の中では F オーグメント7ですね。5度の音を上げてる。C じゃなくて C シャープにしてるというね、
そういう部分ですね、ここはね。なので非常にですね、特徴のある音というか、耳に焼き付く系のね、音だと僕は思うんですよね。はい、じゃあ次にこの耳コピの話をしたいと思うんですけれども、この曲もね、僕本当もう20数年前に耳コピ自分でね一生懸命こうやってやったんですけれども、僕のおすすめの耳コピの方法なんですけれども、ソロがこう例えばこう長いじゃないですか、ものすごく長くて、それを全部コピーする、いわゆる完コピと言われるものですね。それも重要な分野の一つです。そしてもう一つ重要なのが、その部分のほんの一部分だけを切り抜いて、そこだけ集中して何百回も弾き続ける、そして耳に焼き付けるっていう方法が実はあってですね、僕は実は完コピももちろん今でもやりますけれども、部分的なそのコピーの方がですね、僕は実は圧倒的に多いんですね。それで耳に焼き付いて、なんて言うんだろう、もう心に残ってる、今の演奏すごいなとか思う部分だけを抜き出すんですよ、プイって。それで練習するとね、僕は効率がいいと思います。とは言ったものの、じゃあその耳コピした部分、ある一部分が、例えば自分がアドリブやってる時にそれがピュッと自分のアドリブに生かされるか、そのまま演奏できるかっていうと、これはまたね、全く違う話でですね、僕の経験上、そうやって抜き取ったですね、いろんなプレイヤーから抜き取ってこう練習するじゃないですか。それが100個あったとすると、1個か2個、もしくは3個ぐらい、その長い時間をかけて自分のものになって出てくればまだいい方かなっていうふうに思います。だけどそれは、じゃあ100個のうちの3つしかね、自分のものにならないんだったら意味ないじゃんって思うかもしれないんですけど、僕の考えはちょっと違って、その100個っていうのはおそらく肥やしになってるんですよね。自分の耳の練習とかね、この、ハーモニーに対する知識とか、もしくは指の動きとか、そういうのに必ずその肥やしになってるので、その弾かなかった97個が意味ないかというと、おそらくめちゃくちゃ意味があると思うので、僕が言いたいことは、自分が好きなもの、自分が好きなフレーズっていうのを集めて、それを例えば100個集めてひたすらそれを練習するっていうのはね、僕は耳コピで一番重要だと思います。で、耳コピができない人、例えば絶対音感がなかったり、ちょっと弾いても音がどれか分かんないという人のためにですね、今日のテクノロジーを使いましょうっていうおすすめがあるんですけど、 YouTube ですよ。もう YouTube で過去のね偉人さんたちのねその、ジャズとか聞くじゃないですか。聞いたらもう分かんなかったら、その音が速い、全然分かんないってなったらどうすればいいかというと、どんな手段を使ってでもいいので耳コピをする、自分でするっていうのが一番重要なので、1個おすすめはその再生速度を極端に落として、例えば 50% ぐらいに落として、一生懸命楽器を持ちながらこう弾いてみると、こうでもないこうでもないっていう風にするとですね、若干なりともひょっとしたら耳コピができるかもしれません。で、僕の経験上この耳コピっていうのはですね、その将来的にたくさんやっていくとですね、一個一個の音でもはや聞かなくなるんですよね。こう例えばフレーズが5つの音ぐらいあったら、それをまとめて聞くようになるんですよね。それでまとめて、こういうフレーズね、このフレーズねっていうのそのうち分かっていくんですよ。なので耳コピを始めたばっかりの人は、ひょっとしたら単音でね、この音なんだろうこの音なんだろうっていうふうに探していくと思うんですよ。それは間違いじゃないです。なんですけれども、時が経つごとにおそらくそのグループ、音のグループ4個から5個もしくは10個ぐらいの音のグループでなんとなく分かってくる日がね来ると僕は信じているので、ぜひ騙されたと思ってとにかく耳コピをね続けてみてください。はい、じゃあ次におまけですね。さっきのフレーズなんですけども、ちょっと見てください。で、これ別にジョン・コルトレーンに限ったことじゃないんですけれども、この譜面っていうのをですね、広くこう見てみるっていうのがとても大事でですね、僕が青丸で囲んだところですね、一応そのフレーズの一番高い音、フレーズのトップノートとでも呼びましょうか。これがですね、上昇したり下降したりしてるっていうのをですね、広い視野で捉えてあげるのも訓練の一つなんですね。そうすると耳コピ実はすごいしやすいんですよ。この場合だとこの下降ライ
人って2回書いてありますけれども、C7 のところ、それから F7 のところですね、フレーズの一番高い音がこう徐々に階段状に降りてきているというのが分析できると。なので耳コピする時にですね、こういう広い視野で見てそういったルールを若干知ってるとですね、耳コピが非常にしやすくなるので、こういう広い視野で自分が書いてる譜面を眺めながら、耳コピするのはね非常にいいと思いますよ。じゃあ長々と説明したんですけれども、もう一回ねオリジナルに近いテンポ、266とかだったかなぐらいのテンポで弾いてるので、もう一回聞いてみましょう。どうぞ。はい、じゃあこのテナーコンクレーブですね、皆さんぜひ聴いてみてください。それで4人のねテナーサックスの人が交互に弾いたり、最後の方でねトレードをして演奏したりしてるんですけども、誰がどの演奏をしてるかってそのうち分かってくるんですよ。なので僕からの皆さんの課題は、誰がどの部分を弾いてるんだろうって想像しながらねこう聞いてみるととっても楽しめると思います。ちなみに僕的なね答えはあるんで、いつの日かねシェアしようと思います。じゃあまた皆さん次の動画で会いましょう。バイバイ。